機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズウルズハントは、スマホ用ゲームアプリ機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ G にて展開されていた鉄血のオルフェンズの外伝ストーリーです。アニメ鉄血のオルフェンズ1期と2期の間にあたる時間軸で、宇宙を股にかけた宝探しレースウルズハントが繰り広げられ、そんなウルズハントで優勝を目指す少年ウィスタリオ・アファムを中心とした物語が描かれています。アプリの方は全12話まで配信するも、2024年1月にサービス終了してしまいましたが、以降の物語はアニメ作品としての制作が決定しています。今回はそんなウルズハントのストーリーについて解説させていただきます。まずウルズハントの舞台は、火星と同じく人類が居住できるようにするテラフォーミング計画が行われていた金星となります。金星は人類の第3の入植地として火星より先にテラフォーミングが行われた惑星です。大気圧差を利用して設置されたフローティングコロニーを利用して、金星の大気の大半を占める二酸化炭素を凝結させた後、逆に温室効果ガスが不足している火星へと送り出すことで、2つの惑星のテラフォーミングが同時に進められていました。こうして計画が進み、火星開発が成功の兆しを見せ始めたことで、人々の関心は火星へと傾き、金星開発への興味は徐々に失われていきます。さらに鉄血の世界において惑星間航行を支えているシステムアリアドネの大半が薬剤戦によって失われ、アクセス性が急激に悪化したことで、戦後は4大経済圏であるアーブラウ、SAU、アフリカンユニオン、オセアニア連邦のどこも金星の利権を出張せず、世界から打ち捨てられた星となりました。その後テラフォーミングに利用されていたフローティングコロニーは価値がなくなったため、ギャラルホルンの監視下で重罪人の流刑地として利用されるようになったのです。そのため現在の金星は囚人、ギャラルホルンの看守、そして金星で生まれ育った一部の住人がコロニー管理を行いながら細々と暮らす辺境の星となっています。本作の主人公ウィスタリオ・アファムは、そんな金星の上空 50km に浮かぶフローティングコロニーの一つであるラドニッツァコロニーの管理会社アファム設備の若き社長。わずか13歳の若さで社長を務めるに値する年齢を感じさせない決断力と広い度量、そして年相応の明朗快活な一面を持ち合わせた少年です。次第経済圏から見放され、星から出ていく人も後を絶たない中、ウィスタリオは金星の美しさを世界中に認めさせ、観光立国にするという夢を持っていました。そんなある日、彼らの管轄する地域に脱獄犯が逃げ込んだことで、彼の運命は大きく動き出します。ギャラルホルンからの要請もあり、脱獄犯を追いかけるウィスタリオでしたが、追跡中に脱獄犯はスナイパーに銃撃され死亡。この時、死亡した脱獄犯の腕に握られていたウルズハントの参加資格であるリングを手に入れます。その直後、コロニーの外からウルズハントのリングを狙うオム電車傘下の末端企業に所属するモビルスーツ部隊レンジー隊が襲撃してきました。ウィスタリオはこれを迎撃するためにアファム設備設立当初から秘匿されてきたモビルスーツガンダム走ろ星を起動。リングを付け狙うモビルスーツ部隊を退けます。その後、成り行きでリングを手に入れたウィスタリオのもとにウルズハントの水先案内人を名乗るコルナルコーサが現れました。彼女からリングを手にしたウィスタリオには、古の時代に人類が失ったあるものを探す宝探しレースウルズハントの参加資格があること、宝探しはリングに送られてくる座標データを頼りに行われること、そして宝探しの賞金として1000億メリアというコロニー建設の費用にも相当する莫大な額が支払われることが明かされます。命の危険すらある催しですが、一生かかっても稼げないような大金の存在と、ギャラルホルンにすら立ち向かった火星の鉄火団の活躍に刺激を受けていたこともあり、ウィスタリオは賞金で金星を観光地にする夢を実現するべくウルズハントへの参加を決めます。こうしてウィスタリオの宇宙を股にかける宝探しが始まりました。そんな旅立ったばかりのウィスタリオの前に、リングを付け狙う巨大犯罪結社ザンクランの跡取り息子であるザン兄弟ローム・ザンとアイコー・ザンが立ちはだかります。しかしその場は偶然居合わせたレンジーと協力したこともあり、ザン兄弟の撃退に成功しました。その後、流れてきた薬剤戦時代の幽霊船を発見。船内に潜入するとリングが起動し、何かのデータを読み取り始めます。これによりリングは何らかの記憶媒体であること、
そして、ウルズハントで行われる宝探しとは、薬剤戦時代の何らかのデータ集めを示していることが発覚しました。こうして、多くの疑問が生まれたものの、最初のミッションを無事に完了したウィスタリオたちでしたが、補給も兼ねて立ち寄ったコロニーで、夜明けの地平線団のメンバーであるキンバル率いる宇宙海賊と、キンバルに利用されるゴーキュッパたちヒューマンデブリと遭遇します。ウィスタリオの存在を煩わしく思ったキンバルは、ウィスタリオの母艦エルダマル2を襲撃しますが、ウィスタリオとの出会いで、キンバルの方針に疑問を持ったゴーキュッパたちヒューマンデブリが違反。ゴーキュッパたちの協力もあって、キンバルを倒し、軟禁されていた少女たちの解放にも成功します。こうして、キンバルの一味は、ゴーキュッパたち元ヒューマンデブリによって、新組織ファウンドリングへと形を変え、ウィスタリオと同じく、ウルズハント優勝を目指す一団へとなりました。一方、ウィスタリオの元には、キンバルの船から解放された少女の一人、カチュア・イノーシーが密航していました。カチュアは、ギャラルホルンとの接触を異常に避けようとするなど、不審な点も多い少女でしたが、ウィスタリオは、彼女を旅の仲間として迎え入れます。また、ウィスタリオからリングを回収できなかったレンジーは、組織内での立場を失ったことで、以前にも増して、ウィスタリオとの決着をつけることに固執していました。その後、第2の座標として示されたデブリ隊の国運周辺中域で、自身を慕う部下と共に、ウィスタリオの前に立ちふさがります。しかし、すでに、レンジーは、上司であるシクラーゼから見限られており、シクラーゼが起動した国運の防衛システムによる無差別攻撃の標的にされてしまいました。その結果、ウィスタリオの手によってレンジーは助かったものの、彼を慕っていた2人の部下は、国運の無差別攻撃で死亡してしまいました。レンジーは、後ろ盾も部下も失い、やりたいことを何でもやれるパラダイスを作るという夢も叶えられずをあると、自身の運命を呪って塞ぎ込んでいましたが、カチュアの激励と、ウィスタリオの実直な目に心を動かされて再起し、ウィスタリオの仲間になることを決意。そして、国運内部に残されていたガンダムアスモデウスに登場し、国運から脱出するためウィスタリオと共に出撃します。その後、救援に現れたゴーキュッパの援護もあって、ウィスタリオたちは無事脱出に成功しました。しかし、脱出した直後に、タマミ・ラコウ率いるラコウ海賊団が接触してきます。ラコウ海賊団は、タービンズ系列の組織で、かつて、テイワズの貨物船を襲ったゴーキュッパに落とし前をつけさせようとしていたのです。組織を守るため、落とし前として、ゴーキュッパは自身の腕を差し出そうとしましたが、その時、リングを付け狙う残兄弟に襲撃されます。そこで、タマミとウィスタリオは協力関係を結び、無事難を逃れました。こうして、ゴーキュッパは、ウィスタリオが、ウルズハントに関する情報提供をすること、そして賠償金を支払えるまで、ラコウ海賊団の配下に入ることを条件に手打ちとなりました。その後、ゴーキュッパたちと別れたウィスタリオたちは、リングが示す3番目の中域、地球軌道付近の氷河中域へと向かいます。そこで、プルーマに襲われていた考古学者兼トレジャーハンターの構造メンドウと遭遇。メンドウは、薬剤戦の原因と、モビルアーマー暴走の原因を解明しようとしており、その調査も兼ねてウルズハントへ参加していたのです。ウィスタリオたちに助けてもらったメンドウは、お礼として、3番目の座標のデータとウルズハントに隠された秘密について教えてくれました。その秘密とは、ウルズハントで指定される座標や、そこで発見される薬剤戦の遺物は、すべて初代セブンスターズと関連性を持つものということ。さらに、去り際には、ガンダムフレームの中に、走ろ星という名前の機体は存在していないということも伝えていきました。こうして、お宝の正体や走ろ星の謎が深まる中、リングが示した第4の座標である廃棄コロニーへと向かいます。しかし、廃棄コロニーには、何かを調査するギャラルホルンが駐留していました。なんとかギャラルホルンの目をかいくぐり、コロニー内部への潜入に成功しますが、そこでシクラーゼと遭遇。あわやシクラーゼに始末されかけますが、2人が所有していたリングに反応するように、廃棄コロニーに残されていたプルーマとモビルアーマー本体が起動しました。シクラーゼの脅威は退けましたが、今度はプルーマに囲まれ、絶体絶命のピンチに陥ります。そこへ、ラコウ海賊団とゴーキュッパたちファウンドリングが助けに現れました。そして、タマミ、ゴーキュッパ、レンジーと共闘し、襲いかかってくるプルーマとモビルアーマーハイエルのワイヤーブレードと交戦。この時、モビルアーマーと接触したことで、
柱星のリミッターが外れ、ディスプレイにはガンダムマルコシアスの名が表示されました。そして同時に本来の力が解放され、モビルアーマーの撃退に成功しました。しかしハイエルとの戦闘で柱星が大きく損傷したため、整備を行うためにラドニッツァコロニーへと一旦帰還します。ところが金星を実質的に支配しているギャラルホルン金星支部アフロディーテの支部長であるブラッドレーに目をつけられ、柱星の引き渡しを要求されてしまいました。ウィスタリオはこの要求を拒否したため、ブラッドレーの襲撃を受けますが、回収を行った柱星第2形態でこれを退けました。なおその後ブラッドレーは監査に訪れたマクギリスの部下イスルニによって支部長富佐の地位を剥奪されています。こうしてブラッドレーが排除されたことで、結果的に金星の浄化に成功したウィスタリオたちは、新たな座標が示されるまでの間、コロニーの仕事を手伝っていました。しかしそんなウィスタリオの前に、失敗続きでクランから見放されかけているザン兄弟がまたもや立ちふさがります。兄ロームのやり方に嫌気がさしていた弟アイコーは部下と共に決別し、独断でウィスタリオの船に騙し討ちを仕掛けますが、あっさりと制圧され、ウィスタリオたちに捕虜にされてしまいました。その後アイコーとの交渉材料に使われますが、ウィスタリオたちそっちのけで兄弟喧嘩を始めてしまいます。そこへザンクランを我が物にしようと企むジャビロジャイロがザン兄弟を始末するため現れました。結果的にザン兄弟は仲直りし、ウィスタリオたちと協力してジャビロを見事退けました。こうしてザン兄弟はウィスタリオをブラザーと認めて和解。ジャビロの裏切りの報告とクランの立て直しのため地球へと帰還していきました。その後なかなか次の座標が示されず、時間を持て余していたこともあり、金星を観光立国するための視察も兼ねて地球圏最大のリゾートコロニーを訪れます。そこでカチュアを付け狙うギャラルホルンの士官ロンドブロンと遭遇しました。そしてカチュアがイシュウケ当主の隠し子でカルタイ州の異母姉妹であると判明します。アニメ1期でイシュウケの次期当主だったカルタが死亡したことで、跡取り問題悩んでいたイシュウケは最後の当主候補であるカチュアを次期当主として迎え入れようとしたのです。しかしかつてイシュウケの使用人だったカチュアの母親は、カチュアの妊娠発覚と同時に変な噂が立たないよう家を追い出されるなど散々な仕打ちを受けていました。そのためカチュアは母へひどい仕打ちをした父を憎悪しており、当主就任を拒んで逃亡生活を続けていたのです。そんなカチュアの心情など知る由もないロンドたちに囲まれ、ウィスタリオ一行はピンチに陥りますが、カチュアの身辺調査を行っていて偶然居合わせたマクギリスの助力もあってなんとか切り抜けました。その後ウィスタリオたちは身分を明かしたカチュアを受け入れ、カチュアを守るためにならギャラルホルンとすら対立する決意をします。その直後リングが5番目の座標を示しました。しかしイシュウケの人間が座標で待ち伏せをしている可能性を考え、ウィスタリオは座標へ向かわずに身を隠し、ロンドとの交渉材料を探すためイシュウケの情報収集に専念します。一方シクラーゼはオム電車の主流派と改革派の派閥争いに巻き込まれ、組織から切り捨てられることを看破したため、5番目の座標でデータを回収すると同時に自身の部下を始末して単独でのウルズハント続行へと切り替えます。そんな中鉄火団との戦いで生え抜きの士官をほとんど失い、人員の補充を急務としていたイシュウケ家老のオキナウロカに招聘され、シクラーゼはオキナにとって障害となるであろうロンドの追跡艦隊指揮官として就任しました。一方のウィスタリオたちはイシュウケの追っ手を退けながら身を隠せそうな場所を探して逃亡生活を送っていました。そんな生活の中、焦燥感が募ったウィスタリオは苛立ちを隠せなくなりつつあり、艦内には不穏な空気が流れ始めます。それに責任を感じたカチュアはウィスタリオ一行から離れようとしますが、ウィスタリオはもう家族を失いたくないと強く決意。カチュアを取り戻そうとするロンドたちに対してカチュアは自分の婚約者であると啖呵を切ります。プロポーズをしてまで自分を守ろうとしてくれたウィスタリオの姿に、カチュアは今度は自分がウィスタリオたちを守りたいと決意し、イシュウケに下る決断をしました。その後カチュアはロンド隊によりイシュウケが代々管理している禁足地ラタトスクまで連れて行かれます。そこへロンド殺害を目論むシクラーゼ率いる部隊と
モンタークから補給を受けたゴーキュッパ、そしてウィスタリオ一行が襲撃してきました。それに対してロンドはラタトスクに隠匿されていたガンダムザガンを持ち出し、走ろ星と交戦します。慣れないコックピットに苦労しながらも走ろ星と互角以上の戦いを繰り広げますが、ラタトスクから発せられたマイクロウェーブの雷に打たれて敗北しました。その後ウィスタリオたちはカチュアを乗せたランチを追いますが、ラタトスクに封印されていたモビルアーマーメハイアが立ちふさがります。モビルアーマーを前にして走ろ星が機能停止するなどのピンチもありましたが、ラコウ海賊団や残兄弟の助力、再び解放された走ろ星の本来の力を合わせ、見事メハイアの撃破に成功。ウィスタリオはマイクロウェーブの雷にさらされるカチュアのランチを前に、危険も顧みず救出に向かいます。そしてその決死の行動に心を打たれたカチュアは自らランチを脱出し、ウィスタリオの元へと戻りました。ということで以上、現在公開されているウルズハントのストーリー解説でした。本作は展開されていたアプリ鉄血のオルフェンズ G が2024年1月11日をもってサービスを終了したため、今回ご紹介した第12話後編メハイアとの戦いまでで一区切りとなっています。2024年に新たなアニメーション作品として制作決定して以来、未だ動きは見られませんが、2025年5月のホビーショーにてウルズハントを含めた鉄血のオルフェンズのガンプラが発売決定しているため、今年中には次の動きがあるかもしれません。アニメ本編では詳しく触れられなかった厄災戦とそれを引き起こしたモビルアーマーの真実に迫る非常に興味深い作品となっているので、ぜひアニメ化続報を楽しみに待ちたいですね。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。